皆さんこんにちは。日本語講師のとしきです。今日は親子丼を作ります。料理 Vlog を見ながら自然な日本語を勉強しましょう。今日の大切な表現は3つです。何々を目安に、何々してくれます。くなってきます。です。今回の動画ではこれらの表現を繰り返し使います。意味や使う場面を考えながら聞いてください。それではリスニングに挑戦しましょう。今日は家で親子丼を作ります。親子丼は日本の有名な家庭料理です。鶏肉と卵をご飯の上に乗せた丼料理です。鶏肉が親で、卵が子です。そこから親子丼という名前がつきました。日本の家庭でもお店でもよく食べられています。今日は手に入れやすい材料を使います。日本に住んでない人でも作りやすい方法で紹介しますね。僕がアメリカに住んでいた時もよく作りました。今回は2人分を作ります。それでは材料を見ていきましょう。まずは温かいご飯を炊いておきます。鶏もも肉は1枚使います。鶏胸肉を使うこともできます。鶏胸肉はもも肉より油が少ないです。なので火を入れすぎると硬くなりやすいです。玉ねぎは4分の1個使います。そして三つ葉を少し使います。三つ葉は日本料理でよく使う香味野菜です。三つ葉が料理に爽やかな香りを加えてくれます。見た目も綺麗にしてくれます。三つ葉がなければネギを使います。イタリアンパセリでも大丈夫です。香味野菜がなくても親子丼は作れます。調味料を見ていきましょう。醤油は大さじ2杯です。みりんも大さじ2杯です。料理酒も大さじ2杯です。チキンコンソメスープは 150ml です。塩と油も少し使います。大さじ1杯は 15ml です。大さじ2杯は 30ml です。これは日本のレシピでよく見る単位です。ここでクイズです。大切な材料が一つ足りません。足りない材料は何でしょう？少し考えてみてください。正解は卵です。卵は2個使います。鶏肉が親で、卵が子です。卵は親子丼に欠かせない材料です。ここからは調味料の代用品も紹介します。みりんがなければ、料理酒と砂糖を合わせて代用できます。料理酒 30ml に砂糖小さじ1杯が目安です。砂糖の代わりに蜂蜜を使っても構いません。蜂蜜も小さじ1杯を目安にします。商品によって甘さが違うので、最初は少なめに入れます。料理酒もないときは水と砂糖でみりんの代わりにします。次は料理酒の代用品です。料理酒や日本酒がなければ、
辛口の白ワインでも代用できます。白ワインもなければ水を使うこともできます。代用品を使うと香りや甘さが少し変わります。水を使う場合は味が少しあっさりします。チキンコンソメスープがなければチキンストックを使えます。より和風にしたいときはかつおだしや昆布だしも合います。どれもなければ水を使ってください。その場合は途中で味を見ながら調整します。料理酒が鶏肉の臭みを和らげてくれます。みりんが優しい甘みと照りを加えてくれます。スープが全体の味をまとめてくれます。材料が揃ったので、下ごしらえを始めます。まず手をきれいに洗います。鶏肉に触れた後も手と道具をよく洗います。最初に鶏肉の下処理をします。余分な油や筋を取り除きます。小さな軟骨があればそれも取り除きます。次に皮に浅い切れ込みを入れます。切れ込みを入れると油が外に出やすくなります。塩は鶏肉の重さの約 1% を目安にします。鶏肉が 250g なら塩は約 2.5g です。量りがなければ全体に薄く振ってください。鶏肉の両面に塩を少し振ります。皮を上にして清潔な皿に置きます。皮を上にすると表面の水分が抜けやすくなります。他の材料には触れないようにします。10分を目安に冷蔵庫で休ませます。塩が鶏肉の余分な水分を出してくれます。10分ほど経つと表面に水分が出てきます。この水分をキッチンペーパーで拭き取ります。水分を拭くと匂いが気になりにくくなります。綺麗な焼き色もつきやすくなります。次は玉ねぎを切ります。玉ねぎの皮を剥きます。玉ねぎは2センチぐらいの幅に切ります。厚さが揃うと火も均一に通ります。三つ葉を葉と茎に分けます。それからざく切りにします。ざく切りは形を揃えず大きめに切る方法です。葉を最後の飾りに使います。これで下ごしらえができました。では鶏肉を焼きます。フライパンに油を少し入れます。火は弱火にします。鶏肉の皮を下にしておきます。鶏肉は火が入ると縮みます。中央が持ち上がると皮がフライパンから離れます。皮が離れると焼き色が均一につきません。重しを乗せて焼く方法もあります。今回はボウルに水を入れて重しにしました。家庭ではフライパンで押さえる方が簡単です。フライ返しで皮を優しく押さえます。この一手間が皮の焼き色を均一にしてくれます。鶏肉が丸く縮まないように時々押さえます。きつね色を目安にゆっくり焼きます。少しずつ皮から油が出てきます。香ばしい香りも強くなってきます。いい焼き色がついたので裏返します。
反対側も軽く焼きます。後で煮るので、ここでは焼き色がつけば十分です。鶏肉を清潔なまな板に取り出します。食べやすい大きさに切ります。切った後はまな板と包丁をよく洗います。この後、タレの中でしっかり煮ます。次に同じフライパンで玉ねぎを焼きます。玉ねぎを入れて塩を少し振ります。火は弱火のままです。鶏肉から出た旨味が玉ねぎを美味しくしてくれます。焦がさないようにゆっくり混ぜます。玉ねぎを炒めている間に卵の準備をしましょう。卵はボウルに割り入れます。白身の塊が多いと一度に流れ出てしまいます。白身の塊を切るように優しく溶きます。こうすると卵を少しずつ均一に入れやすくなります。だんだん玉ねぎが柔らかくなってきます。色も少し透明になってきました。フライパンの底には鶏肉の旨味が残っています。ここで醤油を加えます。醤油は大さじ2杯 30ml です。30秒を目安に少し煮立たせます。醤油の香ばしい香りが強くなってきます。次に料理酒とみりんを加えます。どちらも大さじ2杯 30ml です。全体を優しく混ぜます。この味がついた液体をタレと呼びます。火を中火にしてタレを煮立たせます。1分を目安にしっかり煮立たせます。料理酒とみりんの味がタレに馴染んできます。みりんがタレにきれいな照りを出してくれます。しばらくするとタレの色が濃くなってきます。泡も少し大きくなってきます。水分も少なくなってきました。水分を減らしながら煮ることを煮詰めると言います。煮詰めると味も少し濃くなります。ここでチキンコンソメスープを加えます。150ml を全部入れます。スープが底に残った旨味を溶かしてくれます。鶏肉と玉ねぎの味もまとめてくれます。ここで一度味を見ます。味が濃いときは水を少し加えます。味が薄いときはもう少し煮ます。それでは切った鶏肉を入れます。鶏肉をタレの中に広げます。5分を目安に中火で煮ます。時間は鶏肉の大きさによって変わります。一番大きな一切れを選びます。半分に切って火の通りを見ます。中心まで火が通ったことを確認します。加熱が足りないときはもう少し煮ます。次は卵を入れます。卵をもう一度軽く混ぜます。卵は2回に分けて入れても大丈夫です。今回は3回に分けて入れます。3回に分けると卵の硬さに違いが出ます。まず卵の3分の1をフライパンの外から回し入れます。三つ葉の茎もここで入れます。茎の方が葉より硬いので先に火を通します。蓋をして30秒を目安に待ちます。卵の表面が少し白くなってきました。次に卵の3分の1を入れます。もう一度蓋をします。
卵は火が入ると少しずつ硬くなってきます。表面がまだ柔らかいうちに残りの卵を入れます。最後の卵を入れたら火を止めます。余熱が卵をちょうどいい硬さにしてくれます。しっかり火を通したい方は少し長く加熱してください。心配な方は全体にしっかり火を通してください。これで固まった部分と柔らかい部分ができました。2つの食感を楽しめます。それでは盛り付けます。丼に温かいご飯をよそいます。その上に鶏肉と卵を乗せます。最後に三つ葉の葉を乗せます。三つ葉が親子丼の見た目を鮮やかにしてくれます。はい、完成です。とても美味しそうです。親子丼の作り方は家庭やお店によって違います。鶏肉を焼かずに出汁で煮る作り方もよくあります。今回はチキンコンソメスープを使いました。使う出汁も家によって違います。かつお出汁を使う家もあります。昆布出汁を使う家もあります。甘さもそれぞれです。今回は先に鶏肉を焼きました。先に焼くと香ばしい香りが加わります。煮ると皮は少し柔らかくなります。それでも先に焼いた香ばしさは残ります。僕は焼いた皮の香ばしさが好きです。なのでこの作り方をよく使います。親子丼は蕎麦屋や和食店でもよく見かけます。もちろん家庭でも作りやすい料理です。それでは食べてみます。いただきます。卵が柔らかいです。玉ねぎの甘さも感じます。タレの旨味がご飯によく合います。焼いた鶏肉の香ばしさも残っています。材料はシンプルですが満足感があります。日本に住んでいなくても手に入りやすい材料で作れます。最初は時間や色を目安に作ってください。何度か作ると手順もわかりやすくなってきます。自分の好きな味も少しずつ分かってきます。2人分ですが全部食べられそうです。とても美味しいです。ごちそうさまでした。皆さんもぜひ作ってみてください。それでは確認問題に挑戦しましょう。第1問です。10分を目安に休ませます。この文はどんな意味ですか？正解は B です。何々を目安にはおおよその基準を表します。時間や量、色を判断する基準にするときに使います。名詞に何々を目安にをつけます。10分を目安に、きつね色を目安にと言えます。この表現は料理以外でも使えます。待ち合わせや予定を話すときにも便利です。例えば、8時を目安に駅に着きますと言えます。勉強の時間を決めるときにも使えます。1日30分を目安に日本語を勉強しますと言えます。時間、量、距離、色などに使える表現です。第2問です。友達が料理を手伝って空欄に入る言葉はどれですか？正解は A です。何々してくれますは自分にとって助かる行動を表します。動詞の手形にくれますをつけます。
人が自分のために何かをするときによく使います。道具や材料の便利な働きにも使えます。今回の Vlog では三つ葉や出汁の働きを説明しました。旅行では友達が駅まで案内してくれますと言えます。学校では先生が漢字を教えてくれますと言えます。道具について話すときにも便利です。このアプリが時間を知らせてくれますと言えます。家族や友達に助けてもらったときにも使います。自分にとって嬉しい行動だという気持ちが入ります。第3問です。だんだん寒くなってきました。この文はどんな変化を表しますか？正解は C です。くなってきますは少しずつ進む変化を表します。い形容詞のいを取ってくなってきますをつけます。寒いは寒くなってきますに変わります。料理では色や大きさの変化にも使えます。タレの色が濃くなってきますのように言えます。天気や季節の変化にもよく使います。例えば、だんだん暑くなってきましたと言えます。明るさの変化にも使えます。外が暗くなってきましたと言えます。季節については、春らしくなってきましたと言えます。音が変わる時にも使えます。雨の音が大きくなってきましたと言えます。今日の3つの表現を復習しましょう。何々を目安にはおおよその基準を表します。何々してくれますは助かる働きや行動を表します。何々くなってきますは少しずつ進む変化を表します。コメント欄で今日の表現を使って文を書いてみてください。皆さんの感想も楽しみにしています。この動画が役に立ったら高評価ボタンをお願いします。チャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。